文化財リマスターは、かつて制作者が思いを込めて綴った作品を現代の技術で蘇らせようとするプロジェクトです。長い年月を経た今の姿の文化財をただ外見的に複製するのではなく、オリジナルに当時使われた材料や技法、構造までをも含めて現代の技術で再現することを目指します。このプロジェクトのポイントは墨と紙です。当時物語を綴り、そして残すために選ばれた和紙の手触りや墨の色、質感までをも再現することは、制作者の思いに近づくための手がかりともなるはずです。墨は古代中国で発明され、主に煤とにかわから作られる諸画材料です。煤は炭素を主成分とする美しい黒色顔料ですが、そのままでは水と馴染みません。にかわはそうした煤を水中に分散させるための海面活性剤として働きます。また乾燥した時には煤を紙の上に留めるための接着剤として機能します。一方、現在のインクジェットプリンターに使われる黒色顔料インクは、石油などの化石燃料から工業的に作られたカーボンブラックに酸などを使った化学的処理を行って、溶媒に馴染むよう化学的に表面を加工して作られています。またそこに合成樹脂を付け加えるなどして印刷用紙への固着を実現しています。それからインクジェットとして突出するための表面張力の調整やノズル通過時の擦過性調整なども各種添加剤によって行われています。工業用カーボンブラックは19世紀末の自動車の誕生やタイヤ需要の成立とともにゴムの補強材として特に大量生産されるようになりました。また粒子の大きさがおおむね一様で不純物が少なく、ほとんど純粋な炭素で構成されます。しかしそのため色味や質感が単調になりがちであるなどの点で伝統的な煤と異なっています。伝統的な炭に使われる煤は小塩灰と油塩灰に大別されます。小塩灰はその名の通り松材を燃やして作られた煤です。小塩灰の製造方法は時代や地域によって様々で、例えば近世の事情について述べると、中国では円筒状の設備を用いた大火力の製法を、日本では小型の設備の中で松材を少しずつ燃やす小地炊きと呼ばれる製法が取られるなどしてきました。一方油塩灰は小皿に菜種やごま、桐などの油を入れて小さな火を灯し、そこにかぶせた蓋についた煤を集める皿炊きと呼ばれる方法が広く取られてきました。油塩灰は小塩灰と比べて粒子が小さいものが多く、またそれらが集まった凝集体の規模が総じて小さいことも特徴です。平安時代末頃までの炭は基本的に小塩灰によるものでしたが、それ以降油塩灰によるものも作られるようになりました。小塩灰はほのかに青みを帯びたマットな黒を示し、油塩灰は光沢のある冴えた黒を示す傾向にあります。この煤ににかわを混ぜて練り合わせたものが炭となります。一般に日本の炭は煤10に対しにかわ5から6、
中国の墨はスス10に対してニカは10から12ほどの配合比であると言われています。ニカワは動物の骨や皮などのコラーゲンを分解して作られるゼラチンを主成分とする伝統的材料です。これが界面活性剤としてススをくるむことで木液として水中に分散させることを可能にしています。ススやニカワ、またそれらの配合比の違いなどが墨の色やにじみ、質感に影響します。このプロジェクトでは材料や技法、構造などを含めた文化財のオーセンティシティを重視し、それらを従来の印刷技術よりも忠実に再現することができるシステムの開発を目指しました。そしてそのために伝統的なススとニカワを使った特殊な黒色顔料インクを新たに開発し、インクジェットプリンターを用いて精密に出力する方法に挑みました。この方法が成功すれば、原本に墨で書かれた文字の形状やかすれ、そしてその色や質感までをも忠実に再現することが可能となります。奈良の正倉院には702年の表示のある紙が残されています。現在の一般的な用紙の耐用年数が100年程度と言われているのに対し、和紙は1300年前のものが現存するほど優れた安定性を備えています。こうした和紙の高い安定性が作品を後世に伝える上でも大きな役割を果たしてきました。日本においては奈良時代頃から紙の量産が本格的に行われるようになりました。大宝律令によって国紙や不土器の編纂のための図書寮という行政機関が置かれ、紙が製造されていました。その後平安時代に入ると、図書寮の代わりに紙屋院という国営の製紙所が設置されました。この紙屋院において製紙技術のイノベーションが起こり、より高度な和紙製造技術が誕生したのです。当初大陸から伝わった製法は為付と呼ばれるものでした。為付は藁や竹、楮といった植物の繊維を木灰などのアクで煮てほぐして水に混ぜたものを酢で組み込んで、そこから水が抜けるのを待つ方法です。その後間に布を挟むなどして重ねて圧搾され、それから木の板に貼り乾燥させて紙が出来上がります。為付による紙は一般に構成繊維に指向性がなく、またそのため厚みにややムラがあります。これに対し平安時代になると紙屋院ではより薄く滑らかな紙を量産することのできる流し付きの技術が開発されました。流し付きは下処理を終えた楮などの繊維を水に混ぜ、トロロアオイなどの植物から取った粘性のある液を加え、それを酢で組み込み何度もゆすってすくう方法です。流し付きによる紙は一般に構成繊維に指向性があり、また厚みがより均一で滑らかです。この流し付きの開発によって紙の品質と生産性が向上し、より広く流通するようになりました。平安時代に源氏物語や枕草子などの女流文学作品が誕生したのも、流し付きによって和紙の供給量が拡大し、女性貴族に行き渡るようになったことが理由の一つであると考えられています。
紙が透かれるまでには原料の植物繊維の車熟や硬解など下処理のさまざまな工程があります。こうした処理に使われるアルカリ車熟材の種類も製品の風合いや安定性と関係しています。木灰から取ったアクによる車熟は手間がかかりますが、近代的な化成ソーダ車熟などと比べて出来上がった紙の安定性が高く、自然で味わいのある質感となります。またこうした紙はそのまま用いられるばかりではなく、さまざまな加工が施されることがありました。例えば透かれたままの生紙は水分をよく吸うために墨がにじんでしまいます。これを調整するためににかわと起明板を混ぜた水溶液を塗る動作引きなどの方法があり、これは現在でも日本画などの制作で使われています。またより古くは組織を圧縮してにじみを止めるために紙を打ち叩く打ち紙などの技術も存在していました。打ち紙加工では湿らせて重ねた紙を木槌などで何度も繰り返し打ち締めていくため、にじみ止めの効果が得られるだけでなく、重厚で滑らかな美しい風合いの紙に仕上げることができます。しかし非常に長い時間と手間がかかり、また大判の紙を均一かつ安定的に処理することが困難です。そこでこのプロジェクトでは、伝統的な木灰車熟で作られた楮製の和紙を材料として、特殊な版と油圧プレス装置によってその組織を圧縮して均一に仕上げる方法を開発しました。そしてこれによってにじみ止めの効果と内紙加工による美しく重厚な料紙の風合いを安定的に再現することに挑戦しました。文化財の価値はその外見だけにあるのではなく、制作者が選んだ材料や使った技法、構造などもとても大切な要素です。かつての制作者の意図や思いがどのような材料をよりしろとして、どのような方法で形に残され、そして現在私たちが見ることができているのか。この文化財リマスタープロジェクトでは、外見のみに基づいた従来の複製印刷ではなく、オリジナルの材料や技法、構造までをも考え合わせたシステムを開発することで、そうした文化財のオーセンティシティを踏まえた再現を目指しました。このアプローチが成功すれば、これからの文化財の活用や理解に大きく新しい可能性が開けることとなります。